暗殺教室、テレビシリーズと劇場版暗殺教室365日の時間を比べてみた。ということで今回取り上げるのはアニメ版暗殺教室です。松井優生先生の漫画暗殺教室。2012年から2016年にかけて連載された漫画は2015年にアニメ化され、同じく2015年に実写映画化されるなど人気コンテンツとなっていきました。原作漫画の連載は2016年3月に終了しましたが、アニメシリーズは2期が2016年7月に最終回を迎えていて、原作漫画とアニメがほぼ同時期に完結を迎えるという形式になっていました。さらにアニメの放送が終わった4ヶ月後の11月にはアニメシリーズの総集編となる劇場版暗殺教室365日の時間が公開されています。総集編の内容はアニメシリーズをまとめたものではあるんですが、単なる総集編ではなく新しいエピソードを追加しながら暗殺教室で過ごした1年間を振り返るという形になっていました。ただ、よくある総集編のようにいくつかのエピソードをピックアップして振り返るというのではなく、エピソードの順番に関係なくメインキャラクター2人を中心にした総集編になっていたのと、感動のラストはそのまま見せてくれていて、暗殺教室のファンへ向けた劇場版になっているように感じました。なので今回はアニメシリーズと劇場版暗殺教室365日の時間を比べながらアニメ版暗殺教室を紹介していきたいと思います。アニメ暗殺教室は2015年から放送が始まった作品で、1期の全22話が2015年に、2期の全25話が2016年に放送されています。で、先ほど言ったように原作漫画の連載終了が2016年の3月で、アニメ2期の最終回が2016年の7月なので4ヶ月しか間が空いていないんですが、実は漫画とアニメはほとんど同時進行で動いていて、これはアニメだけではなく2015年と2016年に公開された実写版も同じで、漫画、アニメ、実写映画がほぼ同時に展開するという珍しい形をとっていました。スタートはもちろん漫画から始まっていますが、アニメや実写版の企画が始まった時からすでに最終回の展開を伝えていて、それに向けて3つの暗殺教室が共に動いていて、当時としては珍しい形をとっていたんじゃないかなと思います。その中でアニメ版暗殺教室は1期と2期に分けて放送されていて、まず1期は漫画の1巻の1話から漫画9巻の73話、2学期の直前までの内容になっています。アニメ版は1期も2期も原作漫画通りの展開で、アニメオリジナルのストーリーはほとんどありません。アニメのオリジナルの部分といえば、ちょっとしたところを漫画と変えた絵にしていたり、漫画の1話と1話の間に書かれている椚ヶ丘中学校の説明をアニメでは教えてくぬどんという形で説明していたり、あとはオリジナルエピソードを追加するというのではなく、逆に物語をところどころ省略したりしていて、原作漫画を忠実に再現しているのがアニメ暗殺教室の特徴でもあります。原作者の松井先生自身、原作に忠実でありながら、漫画では手の届かない隙間にアニメならではの見せどころをきっちり詰め込んでありますと言っていて、一番嬉しいアプローチですと漫画に書いていました。で、その一期にあたる部分で省略されたエピソードは漫画3巻の23話から24話、湿気の時間と仕返しの時間、漫画5巻の37話、アートの時間、漫画6巻の44話から45話、溺れる時間と水泳の時間で、それ以外の内容は9巻の73話までほぼ原作漫画通りに進んでいるのがアニメ暗殺教室の1期になります。で、2期はその続き、漫画9巻の74話から始まり、21巻の180話、
最終話までが描かれています。この2期ももちろん原作漫画通りなんですが、序盤物語のテンポを速くしながら進んでいきます。1期では73話までを描いたわけですが、2期では残りの107話分を描かなくてはいけないので、序盤のペースが速くなったんじゃないかなと思います。話数も1期22話だったのに対して2期は25話になっていて、物語もそうなんですが、話数なども含め全体的に1期よりボリュームがある感じになっているのが2期になります。ちなみに2期はセカンドシーズンとして始まったんですが、15話からはファイナルシーズンとなっています。で、その2期は漫画9巻の77話から79話、呪いの時間、竹林の時間、支配者の時間2時間目、18巻の156話から158話、七三の時間、敵の時間、バレンタインの時間、19話の161話、プライドの時間が省略されています。ただ2期の放送終了後、課外授業編が配信されていて、そこに飛ばしたエピソード、課外授業の1話から4話は漫画9巻の77話から79話のお話、5話から6話は18巻の156話、7話から8話は18巻の158話のエピソードが描かれていて、課外授業まで入れるとかなり原作漫画を網羅していたと思います。で、そんなテレビアニメシリーズが劇場版暗殺教室365日の時間として2016年11月19日から公開されています。これはテレビアニメシリーズの総集編にあたるんですが、劇場版用のオリジナルエピソードも追加されていて、アニメ暗殺教室にとって初めてのオリジナルエピソードになります。ただ、このオリジナルの部分も原作者である松井先生が脚本に協力していて、アニメ暗殺教室はどこまでも原作を大切にしている作品だなと感じました。で、物語の方はアニメ2期の25話最終話の後半の直前から始まります。25話の後半部分は7年後の物語になっていて、暗殺教室の生徒たちが3年 E 組にやってくるエピソードでしたが、その前日の物語が劇場版暗殺教室365日の時間になります。次の日の集まりに参加できない塩田渚と赤羽カルマ、このメインキャラクターの2人がコロ先生と過ごした時間を振り返っていく形式になっていて、2人の会話などが新たに追加されたオリジナルの部分になります。で、映画は92分の作品で、その中でアニメ1期2期の47話分を振り返らなくてはいけないので、総集編の部分はよくある総集編とは少し違う形式になっていました。各エピソードごとに重要な話を振り返っていくというのではなく、順番を気にせずカルマとコロ先生の出会い、渚の進路とメインキャラクター2人の過去の出来事を振り返っていきます。さらにその2人の喧嘩のエピソードと続き、ここまではアニメシリーズを省略しながらテンポよく思い出を振り返っていきます。で、最後はコロ先生との別れ、アニメシリーズの21話の中盤からのお話になっていくんですが、この最後の生徒と先生の関係はじっくりと見せてくれています。なので、どちらかというとアニメシリーズを全て見てきたファンに向けての総集編になっていたかなと感じます。で、その劇場版の中にはカルマが黒板に絵を描くシーンがあるんですが、これは劇場版オリジナルの場面で、テレビシリーズの最終話にも登場している絵になります。その黒板の絵は原作漫画にはないアニメオリジナルの絵で、原作漫画を尊重しながらもちょっとしたところにアニメオリジナルの要素があるアニメ版らしさを劇場版でも見せてくれています。なので、まだアニメ暗殺教室を見たことがない人はぜひアニメ版を見てコロ先生と生徒たちの絆を知ってほしいんですが、アニメ放送開始10周年企画として2026年3月20日に
劇場版暗殺教室みんなの時間の公開が決まっていて、今まで映像化されていないエピソードを完全新規で制作となっているので、新作公開の予習として劇場版暗殺教室365日の時間を見直してみるのもいいんじゃないかなと思います。ただきっと劇場版暗殺教室365日の時間を見るとアニメシリーズも見直したくなると思いますので、新作公開までの間にアニメ版暗殺教室を楽しんでみてください。ということで今回はアニメ版暗殺教室についてのお話でした。